お疲れ様です。多少人事の変更がありましたんで、まず発表します。今大阪店の代表をやってる有志、今ここ来てもらったんですけど、有志代表が、本店も含めてのクラブの統括の代表という形になります。この瞬間から若干26歳がここを仕切るのだ。これがローランドの結論だ。その時、失礼いたします。お願いします。ホストを夢見て岩手から上京した内勤、出土、シマリンに、シマリに、なでしこに、なでしこに、チェアス。行きますか、スーパースター。行くか。もうわ、あったけえ。しかもなんか、いや、いいっすね。馬があった。いつも二人で過ごした。だからローランドに全てを捧げた。しかし今日で全てが終わった。今後会議ボイコットされるなんてことはもうさ、二度と経験したくないわけよ。自分はもうローランドさんがトップだと思ってたんで、前来の信頼でもうお慕いしていた、お使いしていたっていうところではあるんですけど、そこにユウさんも入られてしまうっていう時に、前来の信頼を置けない方が上に来てしまうのであれば、どっちに忠義を尽くしていいんだろうかっていうところの戸惑いだったりだとか。1年10ヶ月お世話になりました。じゃあこちらこそありがとうございました。ありがとう。失礼します。完全孤立のローランド完結編。ローランドはホストクラブ会長として大阪に3店舗目を出店したばかり。歌舞伎町の2店舗は夜の街20年の黒崎店長が統括に。大阪の新店は日本一の記録となる年間6億を売り上げたホスト有志を中心に立ち上げた。3店舗経営してるんですけど、ちょっとね座組を変えようというところで、まず黒崎さんを、シック専任のシックの店長として、もう単体の、スタッフということに、なります。なんで、シックに移動という形になります。で、クラブ本店を俺が、メインでマネジメントして、で今大阪店の代表をやってる有志、今ここ来てもらったんですけど、有志代表が、本店も含めてのクラブの統括の代表という形になります。なので、有志代表と、僕で、本店をマネジメントするというような形になりました。誰もが耳を疑った。つまり会長の次のポストじゃないか。現役ホストとしては異例かつ強大な権限を握るのだ。僕はね、とても厳しいと思うんで、嫌になるとは思うんですけど、ついてくれないやつは俺はいらないんで、厳しいこと言うようだけど、目指しているところは日本一。有志は19歳でローランドの元に飛び込んだ。その後ローランドを捨てた。港町で発見された有志は再びホストの道へ。そして皆さんの記憶も新しい昨年末、歌舞伎町歴史を塗り替えてくれました。5億、いやいや6億2300万オーバー、有志代表です。おめでとうございます。歌舞伎町のレコード更新しました。おめでとうございます。内勤人がそんななんかいきなりその大阪ちょっと成功したぐらいのやつを代表にそれで全権任せるのは違くないですかみたいなことを言ってきて、で一回その件含めて話しようぜって話をしたら、出土とかミオとかが、そもそも会議にも来ないっていう。なんと反対勢力がボイコット。その一人ミオといえば
ザクラブのオープニングメンバー。ハッピーバースデートゥーユー。ローランドが溺愛していた一人だった。3年前からは裏方に転身してお店の PR 動画作成や内勤業務も支えてきた。そして湿度は雨にもけず今日も一日頑張るぞ兄貴。入店2年足らずの新人だが採用の面接官もこなすスーパー内勤。単純に信用してない融資をっていうところ、あの人に何ができるんですかっていう多分ところを本人にも言われたし、ホストとしては俺はやるけど、ホストとしてすごいけど別にマネジメントとしてはそんな大阪なんてローランド症効果で上がってるだけで別に大したことないのに、なんでいきなり自分の上司に代表って扱いできてそんな納得できないですみたいな。で意外とその融資が代表として本店戻ってくることみんなウェルカムなのかなと思ったら、意外とそうじゃねえって、人望なかったっていう。まあ思ったより人望がなかったっていうか、まあなんか反発する子たちもいたっていう。我々のカメラが入るのは月に1回程度。ローランドもタレント活動や脱毛サロンなどの仕事でお店に顔を出せない機会もあるが、ほぼ毎日勤務するスタッフたちはうすうす融資に対する不信感が募っていた。そして今まで歌舞伎町のホストクラブ2店舗のマネジメントをしていた黒崎店長のザシック専属人事に関しては、で黒崎さんは黒崎さんなりの多分美学があってやり方があって、もちろん今でも彼の力評価してるし、ただ報告不足なところとか、まあ、ちょっとなんかそのなんていうんですかね、まあ、カジュアルな言葉で言うと、まあ、その調子乗りやすい部分とかもあって、そこは俺悪い部分だと思ってるんですよ、でもそこも加味して一回執行をまあ一回任せてみて、黒崎イズムですごい結果が出たら俺も結果をね担保にこうね話されたらやっぱ黒崎さんすごいですねって言えるだろうし、まあ、一旦黒崎さんは外したっていうところですかね。唐突な采配だがローランドは意外と俯瞰で物事を見ていた。根底に多分そのユーシイズムと黒崎イズムの違いで言うと、黒崎さんは数字が上がれば中身はディティールはこだわらないと、もうとにかく数字だけを追求できるタイプで、なんか数字にものすごく強いし、結果をとにかく追い求めてくれるところが、俺は黒崎イズムの良さだと思うんですよ、逆に黒崎イズムのデメリットは別に遅刻してもいいよ、ちょっとだらしなくてもいいよとか、別に店も休んでいいよ、売り上げさえ上げてくれればみたいなところが黒崎イズムの僕は弊害だと思ってて、逆にユーシイズムのまあいいところはちゃんと一仕事としてホストを捉えてる。だからどんだけ売ってても、まあ、出勤しないやつは評価しないし、遅刻してくるやつは評価しないしっていうようなところで、まあ逆にデメリットはまあ厳しすぎて辞めていく子が多い。ホストってやっぱ自由にできるからホストなのに、こんな本当会社員みたいなことをやらされて、だったら別にホストやる意味ないっすよっていうところが多分融資のデメリットなんですよね。だからあいつは結果もそうだけど、結果よりもその過程を大事にするのがユーシイズムで、俺もどっちかっていうと融資のやり方というか、まあ俺を見て多分融資が育ってるから、どんだけ売り上げてても俺は遅刻してくるやつとかあんま評価したくないし、休むやつは評価したくないんですよ。手こ入れして新しいクラブ本店を作っていかなきゃいけないかなっていう、民主主義みたいなことを今までやってきましたけど、民主主義みたいなことやってもしょうがねえなと思って、で結局なんか、まあ、新しいイズムというかその黒崎さんイズムが強かったところから、まあその融資含めて、まあ俺の色が濃いマネジメントになるわけじゃないですか、なんかもうそれで合わねえんだったらまあ移動してもいいよっていうような話をして、本当に俺とやりたいやつだけ残ってくれたらいいっていうところで、半ば独裁的な経営判断にある矛盾を感じる。それは講演会での参加者からの質問にこう答えていた。店長ねがいるんですけども、まあ個人名を出すと黒崎というまあそのいるんですけども、まあ僕に対してすごく風当たりが強くて、僕がした判断に対してそれは違うんじゃないですかって言ってくるんですよ。マジで言っていいですか？社長が絶対この子売れるよって売れたの記憶があんまないんですよ。社長のもうコンセプトがずれてるんですよ今。いや俺だって少数制にしたいですよ。でもなんで社長は人を見る目がないっていうか、その見抜けないのかな。
うるせえよと思うんですけども、でもそれがなかったらきっと僕は天狗になって裸の王様になっているだろうなっていうのがあるので、まあうるさいなと思う反面すごく心から感謝してるんですよね。3割4割ぐらいはネガティブな人がいたとしても僕はいいと思ってるので、見方を変えると危機察知能力、危機に対しての嗅覚が強いって捉えたらいいチームメンバーと思うこともね可能じゃないですか。裸の王様になりたくなかったローランドは今孤立していた。年間売上ナンバーワンシュン君でしたかつてローランドグループ看板ホストのシュンも一時期経営者を希望した。そんな彼を実は2年前自分の右腕として誘っていた。俺自由心だもん。俺自由心でいいと思う。なんか一回そういう話したじゃん、店どうだみたいな。結局なんかもう興味なかったがリアクションなわけでしょ。いや全然まだありますよ。まあできてきたらお前が言ってこい、俺らから言う話じゃねえと思うから。いやだからでもそのタイミング的にまだ早いのかな。それはだからお前が運営携わりてってお前から思ったらお前から言ってきてよ。じゃあやりたいです。やる？プレイヤーはまあ楽しいけどもうなんか流れてるパターンなんで、まあじゃあちょっとそういう仕事を振っていくかもしれないから、その辺ちょっと協力してほしいのと。一旦は経営サイドの道を志願したものの年間売上ナンバーワンを記録した後もプレイヤーのまま自由出勤。そして昨年4億6千万を売った椿は燃え尽きちゃった感じがね。去年の燃え尽きがまだ治ってないってこと？ナンバーワンになりたいとか、そんなの全くないんですよね。現在メンヘラ状態。彼の情緒は不安定。ありがとうございます。よいしょ。同じく2年前年間億超えを達成した看板ホスト8はオーストラリアに語学留学中。いつ帰ってくるかは不明。ほとんどのローランド・チルドレンが経営者としては子供のまま。次のでっかい夢を一緒に追いかけたい。ローランドの親心は今もどかしさへと姿を変えていた。どうなるか分かんないけど、まあユーシとなら心中してもいいかなと思うんで、もう俺ら2人で、まあ、最悪全員辞めたとしてももう何とかしようぜって言ってる。俺ユーシ好きなんだろうな。美味しいですか？めっちゃうまいよこれ。そして同じく心中するはずだった生え抜き内勤。天才なんじゃないかな。だって俺ら目分量でやったもんね。湿度。経営者ローランドの孤独と承認欲求を満たす存在だ。それがつい先日不満因子へと表変。ミーティング終わりで本音を暴露する。はい話しました。まあ普通に端的にさ、この方針に従いたくないっていうからまあ退店っていうような流れになったと思うんだけど、今後会議ボイコットされるなんてことはもうさ二度と経験したくないわけよ。それも踏まえてなんか俺が何かしら多分不満に思ったから来なかったわけだと思うし、詰めてるわけじゃないからね。あれはどういう気持ちだったのか教えてほしいわ。まあほぼほぼもう内容が決まっていてもう聞き入れてもらえないっていうところが思ってたです。だからその会議で話し合って一つの意見を作るっていうのが、もうそこでは不可能なのかなというところがあったので、じゃあ俺がめちゃめちゃワンマンな独裁の姿勢に見えたってこと？言い方悪く聞こえてしまうんですけど。なるほどね。オッケーオッケーオッケー。個人的には融資をすごい評価してるんだけど、その融資を評価しない部分も、まあ、反対意見も俺は聞くべきだと思うからさ、なんかどういうところがやっぱ不安だったのかっていうのも改めてさ。まあ本当に正直にもう、言っていいのであれば、禁酒の期間に酒を飲んだり、あとはその細かい、入店の時間を過ぎてもいやこのホストクラブって
その何千万っていうユースさんの場合であれば使うっていうところで、おそらく入店時間過ぎても来店して、で実際お金を使って、それでラストンだとか順位がひっくり返るっていうのも見てて、これに関してはそのユースさんと直接お話をして、じゃあなんでその時直接俺に言わなかったんだというふうなことは言われたんですけど、言ったところで何かその当時変わったんですかっていう細かいルール違反が多々あって、で確かにそのカリスマ性だとか、その代表として実際に大阪店を成長させたっていう経緯は自分もすごい評価をしてるんですけども、そういうスタッフがいきなり代表に抜擢されるのが気に食わないっていうような。気に食わないというか、その代表についていくって前代の信頼を置かないといけないと思うんですよ。なんで自分はもうローランドさんがトップだと思ってたんで、前代の信頼でもうお仕えしていた、お使いしていたっていうところではあるんですけど、そこにユースさんも入られてしまうっていう時に、前代の信頼を置けない方が上に来てしまうのであれば、どっちに忠義を尽くしていいんだろうかっていうところの戸惑いだったりだとか、なんか本当に気を悪くさせてしまって申し訳ないんですけど、いや全然いいよ。現場の声を聞いてほしいです。ローランドさんにこんな小さなことでも伝えていいんだろうかってたまに躊躇するような内容もあると思うんですけど、大事な決定事項、今回のことで言えば多分当時、自分美桜さんはそういうことでしたけど、じゃあ龍一さんも一旦多分ノーだというようなジャッジをしてたと思うんですけど、その中で統括代表とかではなくアドバイザーがとかっていう企業を経て、なんかそういうなんか0か100ではないような選択とかも聞いていただいて提示をしてなるほどね、いただけたらということです。俺がそうだね、そこの部分は確かに完璧なやつなんていねえと思ってるけど、そういう意見は一応参考として頭には入れておくよ。現場の声聞かないつもりとかなくて、ただ多分俺がさ、この会社1個でやってるわけじゃなくて他の会社もやってるから、多分お前らからするとさ、こいつに言っても多分聞いてもらえないなっていうところが、多分どんな細かい報告でも俺にするっていうようなことにならなかった結果だと思って、それは俺のミスだわ。それは申し訳ないなと思うけど、ただたらればになったから僕この話しても意味ないかもしれないけど、俺はどんなことでも報告してほしかった。逆に逆に言うと、お前ら変に気遣いすぎた結果がこの結果だと思うし、俺も変に気を使わせるような接し方をさしちゃったのが俺の、ミスだと思うし、なんか、最終的に責任取るのはさ俺の責任だから、まず最後の決定権は俺にあるとは思ってんだけど、なぜなら俺は責任を取る義務もあるからね。ただそうだね、報告しにくいようななんかそういう印象をお前らに与えてたとしたら、それは俺のミスだったなと思うから、今後はそういうことはないようにしていきたいなとは思ってるし、あとはその質素が直さなきゃいけないなと思うところは、お前ちょっとやっぱずるいとこあると思うよ。配信とかやりたいってことに関しても、お前がプレイヤー志望だったのは知ってるよ、もちろん。で表で脚光浴びたいとか有名になりたいっていう気持ちは人って誰しも持ってるから別に変なことじゃないと思うんだけど、でも俺は内勤は前に出るべきじゃねえって話を、常々してるし、それは黒崎さんにもしっかり注意してっていうところは多分知ってると思うのよ。黒崎さん前に出過ぎないでくれよっていう話をさ注意したっていう経緯は多分多かれ少なかれ YouTube とか通して耳にしてるじゃん。多分俺に言ったらダメって言われると思ったからだよね。それゼロじゃないと思うのよ。それちょっとずるいなって思うし、都合がいいとこだけ俺に報告する、都合が悪いことは黒崎さんに確認取るみたいのって俺は正直言うとあんまり気持ちいいもんじゃねえなと思うから、そういう心の中のずるい部分って人間誰しも持ってんだけど、そういうのって多分上司とかは意外と見てる。こいつ結構ずるいやつなんだなとか。あと一回なんか虚偽の報告した時にちょっと怒ってさ、その次の日ぐらいに「いや俺もうじゃあ責任取ってやめますよ」みたいなこと言ったの覚えてる？面接の件。ああいう細かい嘘とかもさ、やっぱ信頼失の一個の原因だと思うから、別にめちゃめちゃどうでもいい報告かもしれないけど、あれをなんかまだ報告しないっていうところは今後
移動先でも信用を失う原因になると思うからやめた方がいいと思うし、もしミスをしてしまった場合は申し訳ないっていう一言で済む話を嘘で固めるから、ああいうちょっとややこしいことになっちゃうわけよ。だからもしミスをしたらしっかり謝る、そもそもちゃんと報告と連絡と相談をしっかりするっていうところが俺は今回結構欠けてたなと思うわ。もちろんね、お前らからしたら黒崎さんとローランドどっち行ったらいいんだ分かんねえよっていうのあったかもしれないけど、にしてもやっぱり報告があまりにも少なすぎたと思うわ。俺が知らないのに勝手にルール決まってるとか俺からしたらありえないからさ。湿度はひたすら黙っていた。それは黒崎店長とローランドの問題ではないか。めったに来ない会長に細かい報告までダイレクトに入れるというのは不可能かつ不必要だった。確かにローランドはとにかく多忙すぎた。今やホストクラブだけでなく美容サロンだけでも40店舗以上を持つ経営者な上、タレント業もこなす。俺もホストやるときに歌舞伎町で帝王って呼ばれるホストになるぞって言った時みんな笑ったんですよ。笑ってるのを見て俺が目指すところは間違ってないなと。笑われるぐらいの夢追いかけて実現するっていうのが男の醍醐味。それを叶えたらまた笑われるような夢をそれをまた叶えてって、それの繰り返しだと思うんで。こう言ってのけて4年、ローランドはホストの意地を世の中に見せつけた。誰よりも自分を慕う後輩ホストたちに夢を与えたかった。従業員が報告や相談をするにも会長はいつも世界を飛び回っている。今年に入っては大阪代表の有志につきっきり、湿度にだって会長に相談したいことはたくさんあった。だけどローランドを少しでも楽にさせようと自己完結してきたのだ。東京の湿度が高かったみたいなすいません。経営者と従業員、立場が違えば言い分も違う。だけど湿度は今日も言葉を飲み込んだ。ローランドは湿度との夢を諦めた。わだかまりが消えるはずがない。それぞれに真剣だったのだ。お互いにこういうことがあって、笑い話になれたらいいかなとは思うからさ、お互い頑張っていきましょう。 OK、 じゃあいいよ。まだ5日間だけ勤務ありますけど、本当に1年10ヶ月お世話になりました。こちらこそありがとうございました。ありがとう。失礼します。